来年こそは変わりたいって毎年思っているのに、気づけばまた同じような1年を過ごしている。そして年末になると、結局、根本的には何も変わらなかった。で、心のどこかでため息をついている INFJ の皆さん、ふとこんな風に思うことありませんか？毎年目標を立てるんだけど、なぜか同じパターンを繰り返してしまうのだ。そうなんです。でも、これはあなたの努力不足でも、意志の弱さでもありません。実は INFJ には、他のタイプとは全く違う、特殊な理由があるんです。お疲れ様です。会社員ひなたです。今日の動画は、年末年始という特別な時間を迎える INFJ の皆さんに、ある一つの挑戦をしてほしくて作りました。世間は忘年会やお祭り騒ぎで賑やかですが、INFJ の皆さんが本当に求めているのは、そういう騒がしさではなくて、静かで、意味のある、深い時間、ですよね。そうなのだ。みんなと騒ぐのも嫌いじゃないけど、年末くらいは一人でじっくり考え事をしたい気分なのだ。その通りです。だからこそ今回は、そんな内省的な INFJ の皆さんにぴったりの、でも少し勇気がいる、年末年始の課題をご提案します。それが、あえて、許せない人と向き合うこと。これこそが INFJ の皆さんは同じパターンから抜け出して、2026年を本当に違う1年にする唯一の方法なんです。今日の内容は、どのタイプにも当てはまるふわっとした話じゃありません。INFJ の理想は高いのになぜか現実がついてこない。このかなりピンポイントな痛みに向けた解決策をお話ししますので、ぜひ最後までお付き合いください。年末年始って多くの人が前向きな目標設定をする時期ですよね。ビジョンボードを作ったり、新しい習慣の計画を立てたり。でも、ここで衝撃的な事実をお伝えします。研究によると、新年の目標の 92% は年末までに挫折してしまうんです。92%？ ほとんど叶わないってことなのだ。そうです。そして、ここでアインシュタインが残した、とても鋭い言葉をご紹介しましょう。狂気とはすなわち、同じことを繰り返し行い、違う結果を期待すること。毎年同じような目標を立てて、同じように挫折している僕は、もしかして、なのだ。多くの人がやっている、新年の目標設定、ですが、アインシュタインの視点で見ると、少しもったいないことをしているかもしれません。彼は、同じ方法を繰り返して違う結果を望むのは難しい、と言っています。自分の内面にある思考の癖や感情のパターンを変えないまま、ただ、来年はこうなりたい、と願う。これは、容量がいっぱいのスマホに新しいアプリを入れようとしているような感じに似ています。せっかくの素晴らしいアプリも、まずは容量を空けてあげることが大切なんです。特に INFJ の皆さんは、理想を描く力がとても強いので、現実の自分を置き去りにして、高い目標を立てがちです。もっと完璧な自分に、もっと人のために、もっと理解ある人間に。でも、それって本当に心の底からワクワクする願いになっていますか？もしかすると、こういう人であれば、きっと受け入れられる。って、無意識に思っている部分もあるかもしれません。確かに、こうあるべき。っていう義務感で目標を立てている気がするのだ。だから、未来を見る前に、まずは過去の感情的な生産、つまり、容量のお掃除が必要なんです。真の振り返りっていうのは、単に、今年できたこと、できなかったことをリストアップすることじゃないんです。そうじゃなくて、なぜ自分は特定のパターンを繰り返すのか、という根本原因を探ることなんです。そして、その根本原因が最も鮮明に浮かび上がるのが、実は、許せない人の分析なんです。でも、なんで許せない人なんて思い出さなきゃいけないのだ？せっかくの年末年始なのに、そんな嫌な気持ちになりたくないのだ。誰だって嫌いな人の一人や二人はいると思うのだ。その気持ち、よくわかります。でも、ここが重要なポイントなんです。他のタイプの人にとって、嫌いな人は単なる、嫌なやつで終わることが多いんです。愚痴を言って、発散して、それで忘れられる。でも、INFJ のあなたは違いますよね。その人の言葉や態度が何ヶ月経っても何年経っても頭の中でリフレインして離れない。まるで呪いのように心に張り付いていませんか？確かに、ふとした瞬間に思い出してまたイライラしちゃうことがあるのだ。それこそがこの分析が INFJ に不可欠な理由なんです。INFJ は調和を何よりも大切にするので、その場では自分の怒りを飲み込んでしまいます。でも、内向的直感という機能がその出来事の意味を深く考え続けてしまうんです。つまり、INFJ にとっての許せない人は単なる他人じゃないんです。あなたが調和のために地下室に閉じ込めた本当の本音や守りたかった価値観を強烈に刺激し続けている存在なんです。だからこそ、この作業は他のタイプの人にとってはただの蒸し返しかもしれませんが、INFJ のあなたにとっては封印した自分自身を取り戻すための唯一無二の鍵になるんです。その理由をこれから詳しく説明していきますね。ここで心理学者の加藤泰造さんの理論をご紹介します。加藤さんはこんな衝撃的なことをおっしゃっているんです。あなたが憎んでいるのはあなた自身である。どういうことなのだ？
僕が嫌いな人は僕自身だっていうのだ。そう聞くと混乱しますよね。でも、これには深い心理学的な根拠があるんです。これを、投影って言うんですけど、私たちは自分が認めたくない性質を無意識に他者に投影して、その人を批判することで自分を守っているんです。具体例を挙げてみますね。加藤さんが実際に扱った事例で、ある人が恋人との幸せな生活を自慢していたとします。それを聞いて、異常に腹が立った人がいました。その人が虚栄心が強いから腹が立ったのだ。表面的にはそう見えますよね。でも加藤さんによると、その人を批判している本人も、実は自分の恋人との幸せを自慢話していたことがあったんです。つまり、相手が虚栄心が強いって猛烈に腹が立ったのは、実は自分自身の虚栄心を認めたくなかったからなんです。自分の中にある認めたくない性質を他人に見て、その人を批判することで自分の良心を慰めていたんですよね。なるほど。でも、それが目標達成と関係あるのだ。大いに関係があるんです。ここで重要なのが、抑圧という概念なんです。加藤さんはこうもおっしゃっています。人間は、支配した感情、抑圧した感情に逆に支配される。意識から追放した感情は消失しないんです。形を変えて、私たちの行動を支配し続けるんですよね。例えば、もっと自分を大切にする。って目標を立てたとします。でも、心の奥で、自分のニーズを主張するのは自己中心的で悪いこと。って信じていたら、無意識にその目標を避けてしまうんです。理想の自分、と、認めたくない自分の内的葛藤が続いている限り、エネルギーが分散し続けてしまう。地下室の自分がもう頑張りたくない、本当の私を見て、って無意識にストライキを起こすからなんです。だから、許せない人を分析する真の目的は、相手を許すためでも、相手を理解するためでもないんです。あなた自身の抑圧された部分を発見して、統合するためなんですよね。さて、ここからが INFJ の皆さんに特に聞いてほしいところです。INFJ の皆さんに、ちょっと聞いてみたいことがあります。みんなのために、と頑張るあまり、自分の本当の気持ちを、心の奥の静かな場所に沿ってしまっておくこと、多くないですか？それ、すごくあるのだ。そうですよね。INFJ には、他のタイプとは全く違う特殊な心理構造があるんです。まず、INFJ の皆さんは、内向的直感、という機能で、人はこうあるべき、世界はこうあるべき、という、ものすごく高くて美しい理想を持っています。それと同時に、外交的感情、という機能で、周りとの調和を何よりも大切にしますよね。この二つが組み合わさると、どうなると思いますか？理想が高くて、人に優しい、いいことずくめに見えるのだ。それが落とし穴なんです。こうあるべき、という理想があるのに、調和を乱さないために、それと違う現実を見ても、ノー、と言えない。心の中では、それは違う、と叫んでいるのに、顔では笑って、いいですよ、と言ってしまう。このギャップが、凄まじいストレスとなって地下室に溜まっていくんです。他のタイプと比較してみましょう。INFP さんなら自分の感情に敏感なので、私は今傷ついている、と気づけるんです。INTJ さんなら論理的に、この状況は効率が悪い、と判断できる。ENFJ さんなら実践的に関係を改善しようと行動できる。でも、INFJ さんだけは違うんです。他人の感情を優先しすぎて、自分が傷ついていることにすら気づかないことが多いんです。確かに、家に帰って一人になった瞬間、どっと疲れが出て、急に誰かのことが許せなくなったりするのだ。そう、それが INFJ 特有の現象です。そして、その限界が来ると、ドアスラムと言って突然人間関係を遮断してしまいますよね。あれは相手が嫌いだからというより、理想と現実のギャップに耐えられなくなって自分を守るための緊急停止ボタンなんです。そして考えてみてください。本当にただの嫌いな人ならとっくに忘れているはずですよね。でもなぜその人のことを何ヶ月も何年も考え続けてしまうんでしょうか。実はその人はあなたが封印してきた感情の鏡だからなんです。理想を裏切られた時のあまりにも深い失望、言いたいことを言えずに溜め込んだ怒りと悔しさ、完璧主義だから受け入れられない不完全な現実、そして最後はドアスラムで関係を断ち切るしかない絶望感。その人への怒りの中に実は本音を言えなかった自分への怒りが混じっているんです。あ、それはあるかもなのだ。なんで私ばっかり我慢しなきゃいけないのって思うのだ。だからこそ INFJ のあなたが許せないと感じる相手は単に相性が悪い人ではありません。あなたが普段必死に隠している本音や欲求を無神経に刺激してくる人なんです。例えばあなたが完璧主義で自分を縛っているならいい加減な人が許せないはずです。あなたが自己犠牲的になっているなら自己中心的な人が許せないはずです。毎年立てる目標を思い出してください。もっと人に優しく、もっと完璧に、もっと理解のある人間に。それは本当にあなたの願いですか？それとも良い人でいるための義務ですか？地下室に閉じ込めた本当のあなたを無視したままだと目標を叶えるまでの道のりがすごく遠回りになってしまいやすいんです。なぜなら地下室のあなたが無意識にストライキを起こすからなんです。だからこそこの許せない人
分析は、実は相手を分析しているようで、我慢してきた自分の声を聞く作業なんです。普段、他人の心を読むために使っている洞察力を自分の心に向ける時間、完璧な良い人の仮面を少しだけ外して、人間らしい自分に戻る許可を自分に与える時間なんですよね。それでは、具体的にどうやってこの分析を行うのか、ステップバイステップで解説していきますね。まず、実施のタイミングと環境についてです。これは新年の目標を立てる前に必ず言ってください。順番が大事なんです。静かで一人になれる環境を確保してください。カフェでもいいですし、自分の部屋でもいいです。大切なのは、誰にも邪魔されない時間を作ることです。そして、ノートとペンを用意してください。パソコンやスマホじゃなくて、できれば手書きがおすすめです。実は、プリンストン大学の研究で、手書きの方がキーボード入力よりも深い理解と記憶の定着が促進されることが示されているんです。特に概念的な思考や感情の整理においては、手書きが圧倒的に効果的なんですよね。INFJ の皆さんが得意な深い洞察を引き出すには、ゆっくりと手を動かしながら考える時間は最高の触媒になるんです。最低2時間のまとまった時間を確保してください。これは1年間、他人のために使ってきたあなたの時間を自分自身のために取り戻す聖なる儀式なんです。聖なる儀式なのだ。では、ステップ1です。対象人物の選定をします。今年、または人生で、許せない、今も思い出すと心がざわつく、人を一人選びます。複数思い浮かんでも、最も感情が動く一人に絞ってください。ここで大事なのは、許せない度合いが強い人を選ぶことです。ちょっと嫌だなって思う程度の人じゃなくて、思い出すだけで胸がざわざわする、そういう人を選んでください。そんな人、思い出したくないのだ。でも、その、思い出したくない、という強い感情こそが、あなたの成長の鍵なんです。ステップ2は、感情の徹底的な言語化です。以下のことを具体的に書き出してください。その人の何が許せないのか、具体的な行動、言葉、態度を書いてください。その時自分はどう感じたか、裏切られた、軽視された、理解されなかった、馬鹿にされた、など、具体的な感情を書いてください。そして、なぜそれが、許せない、レベルまで腹が立つのか、ここが重要なんです。普通に嫌だなって思うレベルじゃなくて、なぜそこまで強く反応するのか、考えてみてください。重要なのは、社会的に正しい答えじゃなくて、あなたの本音を書くことです。こんなことで怒るなんて、とか、もっと寛容になるべき、とか、そういう自己批判はちょっと横に置いておいてくださいね。でも、自分の醜い感情を書くのは恥ずかしいのだ。自分のドロドロした感情を見るのって、勇気がいりますよね。でも、醜い、と思えてしまうその感情こそが、実は、もっと自由に生きたい、というあなたの心の声かもしれないんです。感情に良いも悪いもなくて、それはただ、あなたを守ろうとしてくれた大切なサインなんですよ。さて、ステップ3です。これが最も重要なパートです。投影の発見です。以下の質問に正直に答えてください。まず一つ目、その人の持つ性質で、実は自分も持ちたい、または持っているものは何ですか？例えば、自分勝手な人が許せないなら、実は自分のニーズを堂々と主張できる力を持ちたいと思っていませんか？無神経な人が許せないなら、実は他人の目を気にしない自由が欲しいと思っていませんか？いい加減な人が許せないなら、実は完璧を求めすぎない楽しさを手に入れたいと思っていませんか？そう言われると、ちょっと思い当たるのだ。次の質問です。もし自分がその性質を少しだけ持つことを許されたら、人生はどう変わりますか？想像してみてください。もしあなたが少しだけ自分勝手になれたら、少しだけ他人の目を気にしなくなれたら、少しだけいい加減になれたら、人生はどう変わりますか？3つ目の質問です。その性質を持つことを、誰が、または何が禁止していますか？多くの場合、幼少期の良い子、体験や理想化された自己イメージが原因なんです。良い子は我がままを言わない。良い子は完璧でなければならない。そういうメッセージを誰かから受け取っていませんでしたか？僕も子供の頃、良い子だね、ってよく言われたのだ。そして最後の質問です。この人に向けている批判の言葉をそのまま自分に向けると、どんな気持ちになりますか？例えば、あの人は自己中心的だって思っているなら、私は自己中心的だって自分に言ってみてください。どんな気持ちになりますか？強い拒絶反応があるほど、投影の可能性が高いんです。ステップ4は、INFJ の考えすぎる特性を建設的に活用します。INFJ の皆さんって普段から色々なことを考えすぎてしまいますよね。でも今度はその考える力を自己成長のために使うんです。なぜこの感情がこれほど強いのか、お探偵のように分析してください。表面的な拒絶の奥にある真実をあなたの洞察力で見抜いてください。感情を客観視することで論理的思考も強化されます。感情に振り回されるんじゃなくて、感情を理解してそれを成長の材料にするんです。そして最後、ステップ5です。影の統合です。発見した抑圧された欲求に対してこう問いかけてください。この欲求は本当に悪いものなのか？そして健全な形でこの欲求を満たす方法はないかを考えてください。小さな一歩を決めてください。例えば月に一度は自分のニーズを優先する
とか、週に1回は完璧じゃない自分を許す、とか、そういう小さな一歩でいいんです。なるほど、少しずつ変えていくのだ。一気に変わろうとしなくていいんです。少しずつ、地下室に閉じ込めた自分を解放していくんです。ここまで一緒にワークのイメージをしてきましたが、実際にやってみると、本当にいろんな感情が出てくると思います。このワークを丁寧に行うと、どんな変化が起きるのか、具体的にお話ししますね。第一の変化、心の平安の回復。まず、あの人のことを考えると苦しくなる、という頻度が少しずつ減っていきます。なぜなら、その人はもう、ただの、加害者、ではなく、自分の内側を理解するきっかけをくれた存在に変わっていくからです。あの人がいたおかげで、私は自分が無理をしていたことに気づけた。あの人の無神経さのおかげで、私はもっと自由になりたかったんだと分かった。そう思えた瞬間、怒りは感謝や、少なくとも無関心へと変わっていきます。人によっては、あの人のおかげで、自分の限界が分かった、とか、あの人がいたから、私は本音を大事にしようと思えた、と感じ始める人もいます。先生みたいな存在になるのだ。そうなんです。その人がいなければ、あなたは自分の中に何が隠れているのか気づけなかったかもしれません。第2の変化、対人関係のストレス軽減。対人関係での過度な反応も少しずつ落ち着いていきます。今までなら心の中で、なんであの人はいつもこうなのって爆発していた場面でも、このパターン、前も見たな。私はここで過剰反応しやすいんだよね。と、少し距離をとって見られるようになっていきます。今まで異常にイライラしていたことが、この人はこういう人なんだな。って受け流せるようになります。それができたらかなり楽になりそうなのだ。 INFJ の人って自分の感情の波が一度大きくなるとそこから戻るのに時間がかかるんですよね。だからこそ波が大きくなる前に気づけるようになるって実はものすごく大きな変化なんです。そして相手に対してもこの人は約束を軽く考えるタイプなんだな、次からは重要なことは別の方法で確認しようと建設的に考えられるようになります。相手を変えようとするんじゃなくて自分の対応を変える、これができるようになると人間関係のストレスが劇的に減るんです。第3の変化、自己需要の進化。そしてもう一つ、自己嫌悪が軽減されて自己需要が深まっていきます。なんで私はいつも我慢してしまうんだろう、どうしてあの時ちゃんと言い返せなかったんだろうと自分を責めてきた部分に対してそれはあの時の自分なりのベストだったんだと思える瞬間が増えていきます。完璧じゃない自分、弱さを持っている自分、時々人を恨んでしまう自分、そういう部分も含めてこれが私なんだなと少しずつ受け入れられるようになってくると本当に楽になります。 INFJ の方は完璧主義の傾向が強いですが、このワークを通じて不完全な自分も愛おしく思えるようになります。完璧じゃなくても私は私でいいんだという感覚、これこそが本当の自己肯定感なんです。自分に優しくなれるのだ。自己需要が深まると他人に対しても優しくなれます。自分の不完全さを許せる人は他人の不完全さも許せるようになるんです。これは表面的な寛容さじゃなくて心の底からの理解なんです。この人も完璧じゃないんだな、私と同じだなと思えるようになります。第4の変化、本物の人間関係の構築。より自由で本物の人間関係も少しずつ増えていきます。良い人の仮面をかぶらなくてもちょっと疲れたから今日はやめておくねとか、それは私はあまり好きじゃないかもとか、そんな小さな本音を出しても人間関係が壊れないという体験が増えていくと、私は私のままでいても大丈夫なんだと体感レベルでわかるようになります。本当のあなたを好きになってくれる人が現れるんです。あなたが自分の本音を大切にし始めると周りの人もあなたを大切にしてくれるようになります。不思議ですが世界はあなたの内面の鏡なんですよね。でも本当の自分を出したら嫌われちゃうんじゃないのだ。それ INFJ の皆さんが一番恐れていることですよね。でも考えてみてください。良い人の仮面を被って気づいた関係は本当にあなたを幸せにしていますか？その関係の中であなたは本当の自分を出せていますか？実は仮面を被っている限りあなたは本当の意味で誰とも繋がれないんです。なぜなら相手が好きになっているのは仮面のあなたであって本当のあなたじゃないからです。それは寂しいのだ。だから少しずつ仮面を外していくことが大切なんです。最初は怖いかもしれません。こんな自分を見せたら嫌われるかもと思うかもしれません。でも本当のあなたを見せた時にそれでもそばにいてくれる人、それが本当にあなたを大切にしてくれる人なんです。そして驚くかもしれませんが、本当のあなたを出した時、実は人はもっとあなたに惹かれるんです。なぜなら本物には力があるからです。完璧な仮面よりも不完全でも本物のあなたの方がずっと魅力的なんです。第5の変化、本当に叶う目標の設定。そして最も重要なのは2026年の目標が本当に叶う目標に変わることです。今までは理想の自分が立てた目標でした。もっと頑張らなきゃ、もっとすごくならなきゃ。それは今の自分を否定するところから始まった目標だったかもしれません。でもこれからは
本当のあなたが立てる目標になります。地下室の自分も含めた全体としてのあなたが望む目標になるんです。私はこれが好きだからやりたい。私はこう生きたいからこうする。そこには無理がありません。だから無意識のサボタージュが起きない。エネルギーが統合されて本当に前に進めるようになるんです。例えば以前なら毎日誰かの役に立つことをするという目標を立てていたかもしれません。でもこのワークの後は週に一度は自分のために時間を使い、週に一度は誰かの役に立つことをするというバランスの取れた目標になるかもしれません。あるいは完璧な仕事をするじゃなくて80点の仕事を心の余裕を持ってするという目標になるかもしれません。これらは地下室の自分の声も聞いた上で立てた目標です。例えば英語を勉強するという目標一つとっても周りから認められるためではなく、自分が世界中の人と話してみたいからという動機に変わるかもしれません。動機が変われば継続する力も段違いに変わります。なるほど。だから叶うのだ。そして叶った後の自分を想像してみてください。目標を達成した自分はどんな気持ちでいますか？どんな表情をしていますか？どんな生活を送っていますか？その未来の自分は完璧な理想の自分ではなく、不完全でも幸せな本当の自分なんです。この年末年始、世間は忘年会や新年会で騒がしいかもしれません。でも INFJ の皆さんが本当に必要としているのは意味を見出す静寂な時間なんです。この分析は単なる心理学的エクササイズじゃありません。それは1年間他者の感情を優先し続けたあなたが自分自身との関係を修復する聖なる儀式なんです。INFJ の皆さんは普段から人の悩みを聞いたり相談に乗ったりすることが多いですよね。でも自分の悩みは誰にも言えずに抱え込んでしまう。だからこそこの年末年始だけはあなた自身があなたの最高のカウンセラーになってあげてください。ノートとペンを持って自分自身の声に耳を傾けてあげてください。許せない人はあなたの内なる声の代弁者です。あの時本当はこう感じてたのにとずっと言えなかった気持ちを代わりに見せてくれている存在です。その人を通して抑圧された自分の一部と出会い、真の自己統合を果たしてください。完璧な理想の自分ではなく、不完全な現実の自分を愛すること。それが INFJ の真の成熟であり、より豊かな人間関係への扉なのです。アインシュタインの言葉を思い出してください。狂気とはすなわち、同じことを繰り返し行い、違う結果を期待することである。今までのパターンも、あなたを守るために必要だったのかもしれません。良い人でいることで、あなたは安全を確保してきました。嫌われないように、傷つかないように、必死に頑張ってきました。その努力を、まず認めてあげてください。今まで、よく頑張ったね。と。でも、これからはもっと軽やかに生きていいんです。良い人の鎧を少しずつ脱いで、本当の自分として生きていいんです。2026年を、あなたが心から自分らしいと思える1年にしてみませんか？そのための第一歩が、この年末年始の許せない人との対話なんです。この対話を通して、あなたは自分の中に何があったのかを知ります。そして、それを知ることで、初めて本当の自由を手に入れることができるんです。僕もやってみるのだ。勇気を出して自分と向き合ってみるのだ。ぜひ実践してみてください。最初は少し怖いかもしれませんが、終わった後にはきっと心が軽くなっているはずです。そして、このワークをした後、どんな気づきがあったか、どんな変化があったか、ぜひ教えてください。そうそう、年末年始に INFJ の皆さんに挑戦してほしいことが、実はもう一つあるんです。もう一つなのだ。はい、それは読書です。でも、ただ読むだけじゃありません。INFJ の皆さんに特化した人生を変えるような読書の方法があるんです。このワークで自分と向き合った後に特定の読書法を実践すると、さらに深い自己理解と成長が得られるんですよ。INFJ の方は本が好きな方が多いですが、その読み方を少し変えるだけで、内向的直感がさらに研ぎ澄まされ、生きるヒントがどんどん見つかるようになるんです。次回は、年末年始におすすめの INFJ のための読書法についてご紹介しますので、楽しみにしていてくださいね。おお、それも気になるのだ。絶対見るのだ。INFJ の皆さんは本当に読書が好きですよね。でも、ただ読むだけじゃなくて、読書を通して自分を深く知る方法があるんです。それを次回、詳しくお伝えしますね。この動画を見てくださった INFJ の皆さん、もし何か気づきや発見があったら、コメント欄でシェアしてくださいね。こんなことに気づいたよ。やってみたら意外とスッキリしたよ。具体的に書くのは怖い。という人は、やってみようと思った。ちょっと考えてみた。だけでも大丈夫です。あなたの小さな一歩が、他の INFJ の人の背中をそっと押すかもしれません。あなたの気づきが、他の INFJ の人の助けになるかもしれません。みんなの体験談、聞きたいのだ。そうですね。INFJ の皆さんは、他の人の深い体験談を聞くのが好きですよね。きっと、コメント欄は素敵な場所になると思います。それでは、2026年が皆さんにとって、本当に素晴らしい1年になりますように。あなたが、本当の自分、として生きられる1年になりますように。あなたが心から、自分らしい、と思える瞬間がたくさん訪れますように。お疲れ様でした。お疲れ様なのだ。みんな、良いお年をなのだ。